なんか様子違うと思いません？なんかスクーターになった。スクーターになったんですよ。車種はスズキの何か分かりません。なんかスズキのなんか、北海道まもなくゴールデンウィーク途中という時期でございますが、寒いっすね今日。このスクーター、これ実は台車なんですよね。台車。寒いっすね。本当に寒い。もうブルブルですわ。このスクーター、なんか高校生以来ですね。ただあの時は原付のスクーターですから、若干乗り味、広さ、大きさ等々違うんですけれども、このビッグスクーターってやつですね。結構スクーター好きで乗られてる方もいらっしゃると思うんですけれども、なんかやっぱりタンクを挟めない分結構怖いっすね。なんかフラフラする。タンクを膝で挟んで乗れる方がバイクとの一体感もなんか感じられるような気がします。なのでこれ結構怖いって感じる人もいるし、楽って感じる人もいるんでしょう。速もないですし、スロットルを開けるだけで進みますんで。でブレーキは自転車と一緒ですよね。前ブレーキは右側、右側は変わらないんですけど、後ろブレーキは足にないから左の方でやるんですよね。左手の方で。自転車とは一緒なんですけど、オートバイとは違って、オートバイだとこれクラッチなのでこっち、なので少しそこら辺で操作が戸惑う人もいるのかもしれません。アクセルをあんまり煽りすぎるとクラッチが常につながってる状態なのでフュッと進みます。フュッと進むって言ってもそんなにウィリーするほどではないですね。昔の俺が乗ってた原付はいわゆる2ストロークだったので、草刈り機みたいな音するやつ、あれは結構ね、出足スロットル握りすぎると、やっぱり慣れてなかったら怖いのでちょっとのけぞっちゃうんですよね。したらアクセルをピュッとやってのけぞっちゃうとウィーンって出てウイルしちゃって焦げちゃったりする場合がありますよね。ないけど、あんまりないけどそれに比べたら出足はそんなにビャッと出るわけではないです。だとブレーキもこれ前ブレーキだけでやると危険なので、必ずこの左手の後ろブレーキから握るようにしましょうね。足つきはかかともつくので悪くないですね。ただシートがちょっと幅広いのであれですけど、乗りやすいですね。荷物もいっぱい入るでしょうし、なかなかいいバイクだと思います。結構ね、アクセルピューッと開いたら普通に速いっすっていうか、確かに普通のね、ああいうマルチエンジンの 250cc よりは全然加速鈍いですけど、普通に周りの車の発進に合わせてもう全く問題なく発進することができますね。当たり前なんでしょうけどね。というかもっとアクセル煽ってね、スタートしたらもっと早くスタートできると思います、安全運転で言ってますけど。ここ今私が走ってるのは旭川市というところなんですけど、札幌よりは平均気温が寒くて少し北にある町となっておりまして、桜の開花も例年でいうと札幌より少し遅いぐらいですね。
3日ぐらいですかね、遅いぐらいなので、ゴールデンウィークの後半ぐらいには大体ほぼ満開ぐらいの感じで、咲いてたんですけれども、今年はどういう風になるかこれから様子を見ながらということで、このレッドバロン旭川に間もなく到着しますね。私のバイクは普通にレッドバロンで購入をさせていただきました。市内のバイク屋さんいろいろと回って検討したんですけれども、まず対応がいい。圧倒的に対応がいい。で、今回ジールマフラーがそれはジールに乗り換えてから少し話そうと思ったんですけど、なんか穴開いたんですよね、マフラー。もともとね、傷もついてたし、太鼓のとこに。で、今回修理出したら、これ交換ですねと。で、交換だったので台車を貸しますと。で、これ台車貸してくれたんですよ。バイクで台車貸してくれるとこってありますかね。戻ってきまして、音が鳴りました。そしてマフラーもとっても綺麗な状態で交換品が付けられていますね。前のマフラーは太鼓に結構擦り傷がついてて補修跡があったんですけれども、すごい綺麗です。びっくりしましたね。中古しかない、もちろん当然ながら新品ってなかなか売ってないんでしょうけど、古いバイクなんで新品ではないんですけれども、中古なんですけど、非常に綺麗な状態のものでした。ありがたいですね。今回このバイクのマフラーの交換に関しては、軽く点検もしてもらったんですけど、工賃かかってません部品代もタダです。レッドバロンさんはですね、決め手としてはやっぱりそういうサービスが、アフターフォローが素晴らしいっていうところですよね。やっぱりヤフオクとかで買うよりは、若干高いのかもしれないですけれども、ただこのジールはですね、レッドバロンさんで確かいくらだったかな、18万なんぼとかだった気がします、確か。で買って、それが安いのか高いのかっていうところは何とも言えないけど、俺は安く買ったなっていうふうに思いました。だって普通に4気筒のマルチエンジン積んだこのジールじゃない普通のバイクだと、多分40万ぐらいすると思うんですよね。で、こういうマルチエンジンのバイクじゃなくても、古いバイクで、例えば俺が買うのを迷ってた SRV とかだってそんなに安くは買えないですよね。やっぱり20万円台安くてもいっちゃいますんで、自分で、本当に整備できてメンテナンスもできて、間違いなく安全に壊れないでしっかりと公道を走れるような状態で整備できる方だったら、僕はヤフオクで買うのもいいかなと思いますけど、僕そこまで力入れて整備とかするつもりないので、バイクってやっぱり危険なものですから、安全に乗るためにはやっぱりしっかりとした整備をプロの方にお願いするのが間違いないですからね。その上でこうやって、楽しく走れればいいかなと思ってるわけですよ。このなんか4気筒マルチの音をなんかハエみたいでうるさいっていう人もいるんだけど、俺は好きですよ。やっぱりこの音を聞きたくてね、この 250cc のマルチにしましたから、
俺は好きだなこの音。